ちの子が全然宿題をしようとしなくて、朝から喧嘩しちゃって。こんにちは、ゆうきです。皆さんお元気ですか？今日本ではインフルエンザが流行っているそうです。私はまだかかっていないんですが怖いですね。皆さんも気をつけてください。早く春が来てほしいですね。さて、今日一緒に勉強する文法は用としないです。用としない。用とするの2つの使い方は前のビデオで練習をしました。今日は否定形しないの形です。では使い方を今から一緒に見てみましょう。熱がある。インフルエンザかも。しんどい。薬を飲みなさい。やだ。娘は薬を飲もうとしない。ははははは。もう早く寝なさい。暇。熱があるのに寝ようとしない。病院へ行くよ。やだ怖い。病院へ行こうとしない。動詞の移行形としない。これは他の人がしないという時に使います。他の人がしないので、どうしてしないの？それは悪いよと思っているニュアンスがあります。さっきの文、薬を飲もうとしない。病気なのに薬を飲みません。どうして飲まないの？ダメですよという感じです。この文は自分には使いません。他の人に使います。練習1、今から一緒にあるオフィスへ行きましょう。たくさんの人が一生懸命仕事をしていますね。あれ？ちょっと待って。あの人、こっそりゲームをしていますね。こっそりというのは秘密でという意味です。ダメですね。でも見てください。彼の上司は気づいているようです。やばい。この上司が心の中で思っています。山田はいつもとしない。もうクビだ。はい。このゲームをしている人は山田さんという名前なんですね。さあ、では皆さん今からこちらの文を作ってみましょう。5秒後に答えの例を紹介します。それではどうぞ。はい、どうでしょうか。では1つ目の例。山田はいつも仕事しようとしない。もうクビだ。仕事します。仕事しようですね。皆さん、クビだの意味はわかりますか？クビ、会社を辞める、辞めさせるという意味ですね。次の例、山田はいつも働こうとしない。働きます、働こう。こちらの答えでもいいですね。次、山田はいつも手伝おうとしない。手伝います、手伝おう。こちらも OK です。そして次、山田はいつも努力しようとしないとか、頑張ろうとしない。このような文でも OK です。他にももしあればぜひ教えてください。それにしても山田さんね、もうちょっと頑張ってほしいですよね。練習2、リフレッシュするために散歩に行きませんか？散歩しましょう。じゃあ私たちは今、犬を散歩させています。犬の名前は何にしましょうか？皆さんの国で犬に多い名前は何ですか？日本だとなんだろうね、ハチとかポチとか、ちょっと古いかもしれないけど、そんなイメージです。じゃあこのワンちゃんの名前はポチにしましょう。ポチ。ポチとの散歩中、あなたは少し困ったことになりました。はい、ポチ。あなたが言います。ポチは全然
としないから困るな。はい。今度はこちらの文を作ってみましょう。それではどうぞ。はい。では一つ目の例いきましょう。ポチは全然動こうとしないから困るな。動きます。動こう。ここから全然動かないってことですね。次の例。歩こうとしない。これもいいですよね。あと、自分で歩こうとしないという文でも OK です。私が昔飼っていた犬がそうでした。外が怖いみたいで自分で歩こうとしませんでした。さあ次、ポチは家に帰ろうとしないから困るな。帰ります。帰ろう。散歩の時間がすごく楽しいみたいですね。楽しいので家に帰りたくない。帰ろうとしないです。散歩が大好きなワンちゃんだったらこんなこともありますよね。次、動物病院の前を通ろうとしない。これもあるかも。通ります。通ろうです。動物病院は、文字の通り動物の病院、犬、猫、鳥などの動物が行く病院ですね。もしかしたら前にこの病院で注射を打ったとか怖いことがあってもう行きたくない、通りたくないのかもしれませんね。かわいいですね。こんな感じでいろいろな文を作ることができます。皆さんのうちにはペットがいますか？私が今から10年くらい前まで飼っていたワンちゃんは散歩が好きではなかったのであまり外へ出ようとしませんでした。あと犬なんですけど、この犬用のお菓子、ガムっていうんですかね、この犬用の食べ物をあんまり食べようとしなかったです。皆さんのペットはどうですか？さあ、会話練習です。あなたと私は会社の同僚です。仕事の休み時間に家族について話しています。会話の文はこちら。今日の文法、用としないを使って話してみましょう。私の何は何としないので何。はい。3つ自分で作るところがありますね。こちらの文を使って自分の家族のちょっと困ってることとか心配なことなどを話してみてください。それでは準備はいいですか？行きましょう。そうなんですよ。実はうちの子が全然宿題をしようとしなくて朝から喧嘩しちゃって、さんのご家族はとても仲が良さそうで羨ましいです。そうなんですか。はい、できましたか？最初にまず私は疲れていましたね。はーって。なんで疲れていましたか？私の子供と喧嘩したからですね。喧嘩の理由は子供が宿題をしようとしないからですね。そして私が言いました。あなたのご家族は仲が良さそうで羨ましい。その次ですね。次にあなたがこちらの文を使って話してくれましたね。この文では家族の誰かのことについて話をします。誰でもいいですよ。いくつか例を紹介します。例の1。私の父は部屋を片付けようとしないのでよく喧嘩になりますよ。例の2。私の母はタバコをやめようとしないので体が心配です。例の3。私の妹は勉強しようとしないので心配しています。そして例の4。私の子供は野菜を食べようとしないので困っています。
このような感じで家族の話、困っていることを伝えればいいです。もちろんこの紹介した他にももっとたくさんいろいろな文が作れますよね。私の家族は何か困ったこと、もう昔の話、子供の時の話なんですけど、私が子供だった時、祖母と一緒に住んでいました。で、私は祖母のことがとても大好きだったんですが、一ついつも困っていたことがありました。祖母は私の部屋に入るとき、ノックしようとしなかったんです。何度私がノックしてねってお願いしても、祖母はなんかすぐ忘れちゃうみたいで、ノックしようとしなかったので、いつもびっくりしましたね。突然ドアが開くので、私はいつもびっくりしていました。皆さんにはどんな家族のエピソードがありますか？ぜひ教えてください。では今日のまとめです。今日練習した3つの文、忘れないように最後に復習をして終わりましょう。どうぞ。皆さんお疲れ様でした。用とする2つ、そして今日の用としない。これでこのシリーズが一度終わります。お疲れ様でした。この3つの表現は会話の中でも使いやすい表現ですので、ぜひ練習をしてどんどん使ってみてほしいなと思います。それでは今回もありがとうございました。またね。